こんにちは、春日部つむぎです。今回はサムネでお気づきと思いますがトークンデッキです。最初はこのデッキをジャパンオープンに持ち込もうと思って調整に苦悩した痕跡をサイドボードから察してください。最初に解説してしまうと、このデッキはアグロにはまあまあ、コントロールと黒系ミッドには有利です。しかし悲しいかな直近で話題になったのやピアなら、あらあらコンボにはガンフリがついちゃうんですね。ボードで有利を取る遅いデッキはアンフェア系のデッキには勝てないという気合です。ということで試合の方の実況へ移りましょう。九段の有利マッチ、黒系ミッドです。除去がないままシェオルドレッドが着地しましたが、ハンドはたくさん残ってるのでまだ前ます。ネズミの3章を使いたいがためにここはトークンチャンプではなくアタックを受けます。お相手は戦慄騎士でアドを取りつつ戦場の圧を強めます。ここ普通に考えたら大天使で一旦ライフを安全域に戻すのが正解な気もしますが、オブ様を取りにして6マナキャストまで欲張りたい構えです。本体は小マイナスして、コピーはプラスを選択。このターンはブロッカーを立ててエンドです。お相手まずアタック。対象は中性位置の本体です。本体を守ろうとしたらシェオルのアタックが通るよというよう迫ってきます。基本的にはオブ様はコピーの方が大事なんですが、この攻め方は素直にいやらしいですね。とりあえずそれ以上の攻撃はなくこちらのターンが返ってきます。これ意外と勘違いしてる人がいるかもしれないので説明しますと、オブ様のプラスの条件付き2点回復は文章の最初の方のハンド捨てなきゃ2点ダメの方と関係ないので、ハンドを捨てようとしてまいと2点回復は発生します。そしてせっかく警戒なのでと2体で殴ったのは普通に失敗ですね。今はドローよりもブロッカーが欲しいタイミング。お相手ここは顔に全員もう押し切れるとの判断かもしれませんが、このデッキここからの粘りは強いです。ここはトランプルの3点通して2体は止めます。お相手それ以上はなくミシュランを置いてターンエンド。こちらは先ほど引いてきた放浪王をアップキープにキャスト。シェオルを追放してこれで一旦安心です。そして盲目ネズミ2章、トークンを増やす能力ですが、はい、お察しの通りこれでオブ様を増やします。2章、3章で2体増やせるので、3マナで3マナ相当の PW を2体増やせるとかバクワドですよ。お相手の戦慄騎士を徹底的に無視した回もあって、リソース面でも有利がついてきて完全に優勢を取り返せました。お相手、戦慄騎士で放浪王を狙いますが、次の放浪王もいるしドローを与えたくないのでここは通します。さらに追加のシェオル。しかし猛ライフルーツは怖くないところまで来ました。盲目ネズミ3章でオブ様をさらに1体追加。これで本体は死亡済みですが影武者オブ様が3体、盤面を固めつつ毎ターン6点ドレインを強要していきます。ここで怒りの大天使キャストもありですが、除去の放浪王を構えていた方が無難でしょう。お相手狩人の食材2章でダニを探ってクリーチャーをサーチ。そして持ってきた負け犬奇襲キャスト。これはリソース回復したいアタックですね。アタックは4体でそれぞれ別々のオブ様を狙う形。本体は捨てましたが影武者のオブ様は絶対に守りたいので、ここはまず放浪王キャスト。マイナスには当然シェオルドレッド。あとは3体でブロックしたら綺麗に守りきれそうです。影武者オブ様絶対守りたいが立ちふさがります。これスドを死してフルパンしてたらほぼほぼ勝ちだった説がありますが、お相手ハンド2枚と4マナ残ってるんできっとこっちの方が安全です。別にオブ様でドレインするのに気持ちよくなってたわけではないんですからね。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。2戦目対戦よろしくお願いします。ネズミ単品はマジで怪しいですがマリガンするほどじゃないのでキープ。お相手トライオウムをタッツインスタート。こちらはかなりいいカードをドロー。負け犬で盤面に脅威を作ります。お相手トライオウムからのトライオウム。これは半トランプですね。こちらは3匹の盲目ネズミをキャスト。このネズミを除去されると2章以降が腐るんで単品だと本当に怖い。お相手順調に3ターン目踏み歩くものでマナを加速させます。アラアラタイプではなさそうですね。こちらは除去ハンドなのでアタック後は放浪王を構えてエンドです。お相手ストレートに4ターン目全理科への進行。分回りルートですが果たして間に合うかどうか。そしてそのままバトルアタック。これ以上壁を増やされては困るのでここはジャンプを選択。そしてエンドに放浪王。マイナスでアタッカーを増やします。
綺麗に噛み合ってネズミ山椒が美味しくなりました。削り切れるかだいぶ怪しいですが、ここは除去でアタックを通していきましょう。ここ直レイで除去しなかったのは若干のガバ。ともかくこれで残り7点。1ターンおとなしくしてくれたら良いのですが、はい、これがハントに不利たるゆえんですね。先手でこれだけ削っても間に合ってません。ネズミ4勝で全体パンプ。うおうってなるけど本命はこれ永続なんですよね。放浪大腕さん、3を増やして全員突撃。これで一旦は盤面の有利を取り返せます。お相手のブロックしっかりしてます。負け犬は墓地に落ちた方がワンチャン残りそうですし、これで盤面はお互い1体ずつ。あとは奇跡的にお相手のハンドが弱ければいいのですが、そしてここで怒りの大天使キャスト。ここで出すかは諸説ありますね。6マナまで待てば大体勝ちですが、地上ブロッカーしか出なければ先出しの方が勝てます。果たしてお相手のハンドはどっちでしょう。お相手アトラクサキャストです。パッと見勝ちに見えますが、アンタップインの白マナ取引戦でまだ分かりませんでしたが、これは勝ちっぽい。まあここでアトラクサは多分ハンドに回答がなかったやつですね。そしてそのままタップインしてエンド。トップはフォーローオウ。これは結果大天使先出しで正解でしたね。ということでここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ちなみにこの後奇跡的に3本目を取ってマッチ勝利しました。3戦目対戦よろしくお願いします。内なるゆるキープおじさんが足にささやきます。紬、ごとち高校4ターン目キープしなさいと。お相手はオクロでだいぶ不穏ですが、構えてくれてるのは行幸ですね。とりあえずマナフラ受け対策の保管庫は通してもらいました。からのお相手工作員キャスト。これはかき消し構えてる動きですね。ここで構え合戦してたらハンドアドは失わないかもしれませんが、工作員に殴られて終わるので、時間稼ぎにマスカン投げておきます。そしてお相手ストレートにシェオル到達。ここから入れる保険はありますか。こちらは混迷をキャスト。とりあえず3ターン分のブロッカーを立てます。お相手フルパン。どうせ次のターンもブロックするので1回だけ通します。クリーチャーが残ればオブ様キャストの選択肢も残るので、これで次のドロー込み残り8点からの追加のクロック。でもフルタップはいいですね。ここさすがにもう1回混迷と会話前は許されないと思うので、ここで素直に大天使キャスト。これが初手にあったからゆるキープしたと言っても過言じゃない。これで次のターンは何とかなりそうです。お相手まず2体でアタック。オブ様の種にしたいのでここは1体だけブロック。お相手工作員パンプで1ドロー。ドローと打点が上がりますが、マナ使ってくれるだけマシとも言える。お相手そのまま3マナ立ててエンド。おっとこれは悩む1枚。まず殴ってみますか。大天使はどうせブロックしないのでアタックします。これでなんとか次ターンも生きながらえそう。そしてここは攻めると、このターンはオブ様と混迷でいきます。放浪をタップ消しでもされたらまあまあ悲惨なので、こちらの方が逆に安全でもあるかもしれない。お相手かぶりのシオルをディスカード。それでも2点ゲインは発生します。さらに混迷も着地。かき消しはなさそうですね。エンドに混迷が裏返って地上はなかなか強固に。お相手負け犬騎手からのフルパン。ここは3点通して残りはジャンプにしましょう。こちら残り6点。しかしここから先のライフは遠いですよ。お相手それ以上はなくターンエンド。じゃあこちらはキープにフォローを通りました。ということで邪悪なやつは追放しておきましょう。安全点に入ってここから長いので加速気味でいきます。ルーターもあるし邪魔者もいないし、あとは盤面固めて守っていれば勝ちに近づきます。お相手からしたら地上突破できないのにじわじわ削られていく地獄のような盤面スタートです。残念ながら大天使はここで退場。これはしゃあなしです。と思ったらお相手間髪入れずに2体目のシオル。さっき捨てたのにとびっくりしてルーティング忘れました。工作員は変わらずチャンプで、エンドに保管庫で1枚ルーティング。カード引くカードが少ないこのデッキの潤滑剤です。そして追加の PW もやってまいりました。
何やら右下が賑やかで楽しいですね。吸血鬼は育ててアタッカーにしましょうか。お相手エンドに黒幕キャスト、黒幕シオールがいるとバーンシがままあるので集中しないとです。お相手まず1ドロー。そしてここはアタックせず、デビルトークンが黒幕に効いてますね。ライフは痛いけどここはルッキング。まず PW 育てて、ソリンクラスで見たトップはついにやってきました。盲目ネズミ。でもここで拾ってきたらワンチャン死ねるので我慢します。 PW は守りたいのでアシもここはアタックせずにエンドに黒幕が能力起動で2点バン。お相手が8マナでもう2回起動したら次の自分のドローで残り2点だったのでネズミ拾ってたら危なかったですね。お相手はブロッカーをどかして悩んだ末にソリンにアタックします。また飛行ブロッカーを追加されることを嫌ってのことでしょうか。もう黒幕の能力は1回しか起動できないのでエンドに宝物庫起動。トップはついに引いてきたフィニッシュカード。まず黒幕を追放して、大丈夫と分かっていても怖い残りライフにオブ様プラスでチューチューして、本当は盲目ネズミ2発投げて遊びたいところですが11マナあるのでさすがにネズミから特目出来事から本体キャスト、これで形勢逆転です。こちらかなり悠長にやってるように見えますけど、それなりに枚数入ってる除去が全然引けてないので、まあまあ事故ってこんな感じだと思ってください。ということでオブ様が増え始めます。集中しつつソリンのプラスは切り崩し、ようやく除去ですね。そしてトップはさらに追加のネズミ。これはお祭りか。まずアタックして、これでビルトークンも行ってよかったですね。第2メインに盲目ネズミ、もう1枚。ついに右下さんが表示しきれなくなって2ページに、エンドに全体パンププラスアンタップでターンエンド。お相手しずきカイトキャストからマイナスってことはどうにかなるカードはメインボードにはなさそう。次のターンから6オブ様のお祭り開幕です。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでマルドトークンでした。まずデッキの始まりはご覧いただいた通り3匹の盲目ネズミでオブ様を増やしたいというところからです。婚礼の発表の劣化版にしか見えない盲目ネズミですが、トークンのコピーはクリーチャーに限らないところはおもちゃとして多大なアドバンテージがありますね。そして盲目ネズミは単独で出すと1勝で出たネズミに切り崩しされて2から4勝が全て腐るという大きなデメリットがあります。じゃあコンボ以外のパーツもトークンに寄せましょうということで、白黒トークンタッチオブ様という形に落ち着きました。新カードがもう1枚。最近トークンデッキが地味に増えてきている原因、発売前から出来事は強くて便利な性能、本体はフィニッシャー級のパワーのある置物という明らかに強いカードの評価をしているのになぜかここまで強いとは思ってなかったんですよね。不思議。使ってみての感想ですが、婚礼の発表と特目4枚ずつ入れたら白系はどう組んでもデッキになりますね。これ紙束に偶話を突っ込んだらデッキになるみたいなパワーを感じます。4枚入れろと8枚入れろの差はありますが、黒系はもともと婚礼が苦手とは言われてましたが、苦手な置物がさらに追加されていい感じにメタが回りそうですね。そして瞑想の碁が見られるサイドボードの解説です。まずいつもの脅迫4枚。ロランは主に婚礼と特目を割るため、仮想敵はピアナラーですね。一巻の終わりは追加の追放除去券 PW 対策券特定のコンボ対策。仮想敵は大体ピアナラーのこいつとかアラアラのこいつ。アラアラは使い魔を飛ばしたら成立しなくなるので、コンボが知れ渡った今だとサイド後は2ターン目にコンを期すると追放されて悲惨な目に遭うと思います。そして裏ブラスクの陽光炉、アーシの好きな1枚。タイコントロールとピアナラー用速攻トランプルはピアナラーにきっと刺さるはずと思っています。白の太陽の黄昏タイピアナラー、さっきからピアナラーの対策してばっかだな。ちなみにアシが唯一ピアナラーに勝った時はこのカードで勝ちました。避難の道みたいなサンマナラスは結構有効なんですが、あのデッキリソースバグってるので盤面片付けても速やかに勝ちきらないとすぐに復活されちゃうんですよね。そして問題の1枚、ファイレクシアの検閲官。これは令和のエメリアのアルコン枠です。ピアナラーとアラアラが両方この1枚で止まります。ということで採用してみたんですがいかがでしょうか。
過去にはスタンでも特定のデッキをメタってアルコンが採用されることが足りなかったりしたので、こいつもいけませんかね。今のところこれをプレイできた試合が取れてないので、もし試したことがある方がいたら感想を教えてください。さて、このデッキの強さですが、なかなかですね。説明した通り、ピアならトランプは無理目です。代わりにコントロールと黒系にはかなり勝ってます。残念ながら流行りのデッキに弱いということで、今は苦しいですがメタの変遷次第では全然いけそうです。ということで以上です。いつもコメント、いいね、広告、高評価等ありがとうございます。チャンネル登録や X フォローもよろしくお願いします。反応もらえると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。